皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、コットンフレンド春夏号が発売になりましたので、掲載作品の紹介をしたいと思います。しばらくね、お天気がね悪かったんですけど、今日ちょうどお天気になったので、急遽動画の方を撮らせていただいております。よかったら掲載作品の紹介などしていきますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。今回の私の作品は4作品掲載をさせていただいております。今回の特別付録として商用 OK の布小物という冊子の方が、出ております。まず1つ目は、こちらのですねヌビキルトで作るポーチと、こちらはですねオックスの生地で作るベストオブモリスの生地を使っております。そして、こちらの2作品ですね。これはですねもう先日から何回かですね動画の方を紹介させていただいているんですけれども、スワニー様とコラボさせていただいたネイジコレクションカレードスコープになります。でこちらの生地が生まれたきっかけはですね、こちらの今回発売になったコットンフレンドの企画が原点になっております。モロッコグリーンとリスボンイエローで作ったトートバッグになります。生地が出来上がってもう、ね、一番最初に作ったトートバッグになります。今回のコットンフレンドの特集としてですね、この生地の企画がスタートしたんですね。なのでコットンフレンドの企画がなかったらこの生地が生まれなかったという形になっております。でスワニー様とのコラボ生地ということで初めてのお取り組みに参加させていただきました。なのでこのね本の発売の前にですね生地が結構ですね好評で売り切れのところが多くてですね、ちょっと心配をしていたんですけれども、スワニー様の方でですね増産の方をしてくださってるそうなので、皆様ご安心ください。まず2作品先に紹介したいと思います。皆様生地の方はお手元に届いておりますでしょうか。こちらの大と小のサイズ違いで紹介させていただきました。カラーはですねモロッコグリーンで作りました。モロッコグリーンと合わせたのはですねちょっと、グレー味のかかったパープルでございます。私の大好きな色ですね。この色とですね、あととってもねこれが合うなって思ったんですけれども、こちらインド刺繍リボンになります。インド刺繍リボンはもうね流行り始めて結構長いこと経つんですけれども、これでポーチを作ったりとかアクセサリーを作られる方も増えてきて、どんどん定着してきたということで、私も作品の方で取り入れることが増えてまいりました。で今回ですねここの部分ですね、最初はねこんな感じなんですね、無地にすると。で普段はよくここにレースを当てたりとかしてたんですけれども、ちょっと色味が近いんですけれどもね、品のある感じに仕立てたくって、このインド刺繍リボンを加えました。カットクロスで販売されてたものなので販売元を紹介することはできないんですけれども、なんかこうちょっと色を合わせてセンターに加えるっていうところをですね参考になればと思います。で内側がどんな風になってるかっていうとですね、このままもう袋がね入り口がこうちょっと狭い状態なんですけれども、ここの立ち上がりを、少しね大きくしてちょっと品のある感じに仕立ててみました。そしてですねもう一つはミニサイズも作ってみました。こちらは、ちょっとコンビニとかね出かけた時にこうエコバッグとかを入れてちょっとささっと出かけられるような、ハンディサイズのミニトートになっております。イニシャルのモチーフを採用してみました。こんな風にワンポイントで例えばねボタンとか使ってみたらいいかなっていう風に思っております。で内側がですねどういう風になってるかっていうと、小さい方はこんな感じですね。この作り方でいくとすごくね普段のトートバッグと同じように簡単に作れるかなと思って、この入り口のところですね開けずにそのまま縫い合わせられるようにしました。なので入り口は狭いんですけれども奥行きが結構あるというね可愛らしいデザインになっております。そしてこんな感じでタックが入っております。タックのところにミシンのステッチ、コバステッチを入れることでまた品のある感じの仕上がりになっております。この大と小でサイズ違いが分かればいいかなっていうふうに思います。こんな感じでちょっとちらっとインド刺繍リボンが見えるとおしゃれな感じになっております。そしてこちらは、手で持ってねこういう風に持ち歩けるような感じです。でねこれリバーシブルで作れるよう使えるようにしてみたんですよ。なので例えばねひっくり返すとこんな感じでちょっと内布の方にもこだわってみました。
内側に合わせたのはですねオックスの生地なので、ちょっとねオックスっていうかね、キャンバス系の生地なので少しね張りのあるものにして、バッグ本体には接着芯などは使わずにですね、内布で張りを持たせたような仕立て方にしております。なのでこういう風にこのままね縫い付けてありますので、ひっくり返してこう反対側にしてもレースが見えるようになっています。こんな感じでチェーンを通してなんかチャームとかを内側につけたり外側につけたりっていう風にすることができるようになっております。でこういう風に仕切りポケットを加えましたので、ここでねポケットの仕分けもできますし、もしねこのポケットをつけなければ、もうこのような感じで両面楽しめるよという風なデザインになっております。このね表に使用している生地は明朝シーチングになっております。で結構ですね張りがあって透け感は若干あるんですけれども、洋服の仕立てにいい感じの薄手のものになってますので、このままね内側をシーチングとかに合わせるとちょっとテロッとした仕上がりになってしまうんですね。なのでもしこのね同じ生地で作られる場合は、内側はオックスとかちょっと張りのあるもので仕立ててみると、こう理想的な形の風合いに仕上がりますので、接着芯を使わずに作っていただけたら嬉しいです。そしてこの小さい方も内側の方をひっくり返すと、こちらはですねカラーのオックスで合わせております。これはねリバーシブルっていうよりはそのまま使った方がいいかなと思って無地にしました。ポケットも同じようにつけてありますけれども、小さい方はポケットとかなくてもいいかなっていうふうには思っております。でミニサイズがですねこう重ねるとこのぐらい差があります。だいぶ小さいですよ。なのでお子様とですねお母様とお揃いで作られるといいかなっていうふうに思います。持って歩く時にもなんかちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして今回のコットンフレンドの付録で別冊、こちらですね商用 OK の布小物という別冊があります。こちらの方にも2作品を掲載させていただきました。今回はヌベキルトで作るラウンドポーチと、こうちょっとかっちりとしたスクエアのポーチになります。スクエアのポシェットですねになります。じゃあ1作品目はですねこちらのヌベキルトのポーチになります。ラウンド型でちょっと可愛くねフリルを加えてみました。でヌベキルトはやっぱりねちょっと縫いづらさがあったりとかするんですけど、この脇にねこうフリルを挟むことでちょっとふんわり感がまたね増して可愛い感じに仕上がりました。で私ね結構昔からアシンメトリーが好きなんですよね。なのでこうちょっとフラップの形少しね変えてみたりとかして工夫をしています。で中を開けるとこんな感じで、中のね内側もこの生地はねデコレクションズさんの生地なんですけれども、内側もデコレクションズさんのシーチング生地を採用しています。でこちらはこのサイドのところにこういうフリルをあしらってみました。合わせたのはリバティになります。こういうねローンの生地になると薄くてこうフリルのギャザーが可愛くね出てくるんですよね。このところで縫いつなぐようなデザインです。で開けると仕切りのポケットがついています。これはですねスマホを入れて持ち歩けるように手帳型も入るようなサイズ感にしてみました。こんな風にして入れてずっと入れて、でこれはですねこうちょっとポーチっぽくしてますけれどもポシェットにすることもできます。なんかちょっと出かける時とかね、もうこの手帳型でパンパンなんですけれども、スマホだけ入れれば結構スペースが生まれてきます。スマホポシェットとして横向きに入れるのもいいですよね。そしてもう一つの方はスクエアのミニポシェットを作りました。こちらはファスナー20センチファスナーを使って作るポーチとして仕上げています。で内側にこう仕切りのねこんな感じですね。でこれはですねスマホを入れるには手帳型はちょっと入らないので、このままカバーを取った状態でここにティッシュとかちょっとスマホをポンって入れて持ち歩くというような感じになっております。パイピングがいらないので返し口を手縫いで閉じるような感じですね。内側が綺麗な仕上がりになっております。よかったらですね皆様の活動のお供になるようなレシピになっていると嬉しいです。今回合わせたのはですねベストオブモリスのいちご泥棒になります。オックスの生地で合わせました。
なのでこの下のところはですね、この色を合わせてるところはリネンになるんですけれども、同じ張り感を持たせるためにこちらのリネンの方には接着芯を貼って仕上げています。ちょっと立ち上がりがね、こう高さのあるもので、こうレシピねちょっと何度かやり直して考えるの大変だったんですけど、もうなんかいい感じに仕上がったかなっていうふうに思います。こちらがですね、丸い感じのポーチになりましたので、このポシェットの方はちょっとかっちりとした四角いイメージで仕上げてみました。少し前はね、こういうミニポーチだけで出かけるっていうことが流行ってたんですけど、今はバッグ2個持ちね、流行ってますからね。こうショルダーとポシェットと、そうちなみにですね、このトートバッグのサイズなんですけれども、このコットンフレンド入れてみますね。ちょうどね、入れ口ねぴったりなんですよ。縦にもすっぽり、こんな感じ。マチはないですけれども、ちょっと品のある感じのフラットな A ラインのトートになります。ショルダートートですね。はい、よかったら作ってみてください。これも同じように入れ口は狭いですけれども、スマホとか持ち歩く、さっと入れてね、持ち歩く時なんかにも便利かなっていうふうに思っております。かわいい感じで、ここにねタックを入れてみました。パキッとしたような感じの仕上がりと、ちょっと柔らかい感じの仕上がりと、なんか楽しんでいただけるかなと思って、こういうデザインを考えました。今回はこちらの4作品紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。生地選びの参考になれば幸いです。おかげさまで生地の方もですね、ご好評いただきましてですね、結構ね品切れ状態が続いているんですけれども、ご安心ください。増産してくださっておりますので、皆様のお手元に届くまでですね、少しお時間かかっておりますけれども、楽しみにしていていただけたら嬉しいです。こちらの生地ね、洋服に作ってもバッグに仕立てても、布小物になっても、なんか万能に使える生地にスワニ様の方でですね、素材の方から選んで作ってくださいましたので、手作り楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。クリニャンクールの飲みの市で買ってきたんですけど、なんかああいうところの飲みの市っておばあちゃんとかが、修行されてたおばあちゃんとかが、これ80年代とかって言ってたかな。結構歴史がもっと前かもしれないです。でもなんか送りもなんか言ってたね。今時じゃないって今時じゃない。ないんだ。はい。サイズ。いい色ですよ。このもう昔からこんな色出してるってことですよね。すごいですよね。青緑大好きなんですよ。わかります。グリーンすぎずちょっと青みがかった色って好きで、ちょっとグレーも入ってみたいな。天然のコス。でこれってカス残しって言っても、そのまま糸そのままの色目を残してるタイプあるじゃん。だからさっきのブラウンがいいんだけど、ちょっとこう地の色も出てたじゃん。